昔に比べると全然少ないです。立ち枯れたような木が台風とか来たら倒れたりとかはします。報道で言われている話だけではなく、いろんな人との関わりがある。こんにちは、琵琶湖博物館の亀田です。専門分野は、鳥類生態学ということで、野生の鳥の暮らしとか、どんなふうに生態をしているのかとか、そういうことを専門に研究をしています。今私が研究対象にしているのがカワウという鳥になります。全身ほとんど真っ黒の水鳥でして、首も細長くてくちばしも長くて、くちばしの先から上羽の先までが約80センチもある鳥になります。4本の指に3つ水かきがあるという、そういう足の形をしているのが特徴です。水に潜って魚を取って木の上に巣を作るという特徴があって、周りの枝や葉っぱを使って巣を作って、そこで子育てをしている様子が琵琶湖の周りでも見られてます。実はこのカワウですね、今ちょっといろんな問題が生じてきているところがあります。特に琵琶湖の北の方に竹生島という島があるんですけれども、もともと外来種ではなくて日本に住んでいる在来の鳥なんですけれども、カワウがたくさん住み着いて一時期非常に問題になったりしていました。それではちょっと今の様子っていうのを皆さんにも見ていただこうかなと思います。それではちょっと行ってみましょう。上今パラパラ飛んでますけど、あの辺そうですね、はい、昔に比べると全然少ないです。こちら竹生島に到着したところです。観光に来たりお参りに来た時に見る風景っていうのがだいたいこの辺りのところかなと思います。春から夏、秋の初めぐらいまで琵琶湖ですとか近くの川の河口のあたりに魚を取りに行って繁殖をしてヒナを育てて、9月ぐらいまで琵琶湖に滞在してですね、大部分のカワウはそれから他のところに分散していくので、冬場は琵琶湖ではカワウの数はだいぶ少なくなります。少なくともその150年以上前にもカワウがここで増えて困ったことがあって対策を取ったりしてたっていうことが分かってきてます。1960年代70年代に水辺の環境がどんどん開発されたりとか、汚染の問題も進んで、そうですね、一時期カワウすごく少なかったんですけれども、1982年にカワウの巣が5巣発見されて、それからどんどん増えてですね、一時期は3万羽ぐらいまで数が増えたことがありました。魚を食べてる鳥なので、落とす糞の中にも魚の成分が含まれていて、そういった糞をたくさんこの森の中に落としていきます。でそうするとですね、森の葉っぱに糞がついたりですとか、木が弱ったり枯れていくっていうことが見られるんですね。たくさんカワウがいると葉っぱがあっても葉っぱの上が結構白くなってたりするんですよ。で透明にもたくさんいるところはそこだけすごく白くなったりするので、それはよく分かったりしますね。あと先ほど言ったように枝や葉っぱを自分で折り取ってきてしまうので、木が枯れていくっていうことが見られるんですね。島の森の中に立ち枯れたような木が見えるかなと思うんですけれども、ほっといて大丈夫なんですか？いや、台風とか来たら倒れたりとかはしますね。琵琶湖とかその周辺の水辺の魚を食べるので、やっぱりそれは漁師さんにとってはすごく困った厄介な鳥っていうことにもなってます。カワウがね、竹生島に3羽いた時から知ってる。これがみるみる間に7万羽になった。7万羽 500g 食べようと35トンなんですよ、琵琶湖全域で。
琵琶湖の漁師さんの漁獲量よりはるかに超えてる。今はちょっと制御されてるんやけど、でもやっぱりカワウのいるところは魚が乱れてる。僕が網を上げる前に行ってかかってる船やらその魚を食べていくんですよ。で値段の安いやつを置いていくんですよ。大きい出会いの網をそれで止めてみたりとか、できるだけ深いところで取るようにとか、朝方早く行って漁獲を網を引き上げるとか。でもやっぱしカワウの方がすごいです。上陸してあの上とかってこっからは上陸できないですね。お寺とかの裏側から尾根の方に歩いてきて、尾根からこう降りてくる形です。ただここものすごい斜面なので下まで降りられないです。車って入れるんですか？入れないです。じゃあもう島は車は全くないです。まず人が歩ける場所を作ってで入れるようにしてっていうのからするような感じです。手伝いを呼んできてもあまりに過酷なのでなんか二度と手伝いに来てくれないみたいなことが結構ありました。竹生島についてはやはり昔からお寺や神社があって信仰の島、皆さんが大事にしてきた森で、だからこそその島の森の緑っていうのは、守りたいものになるんですね。なんとかその被害を防ぐっていうことは必要だと思うんですね。今はもう少し1200羽ぐらいなんですけれども、カワウが生息しています。カワウが生息できるっていうことはそこの環境がすごく豊かだっていうことにはなると思うんですね。でカワウの糞もその森自体が問題にならない場所であれば肥料としてカワウの糞を取って村が潤っていたっていう場所もあるんですね。こういった鳥が生活することで物質循環ができていたりとか、いろんな役割とか働きがあるので、鳥そのものも理解してほしいのもありますし、やっぱりその鳥の周りで暮らしてる人とかそこの環境のことも知ってほしいし、害鳥って言ってそれで捕獲してなんか殺してっていうとなんか鳥がかわいそうじゃないかっていう意見を持つ人もいるんですけど、報道で言われているような話だけではなくて、いろんな人との関わりがある多様なところを知ってもらいたいなというのはあります。森とカワウと人との関わりの歴史について共同研究者の人たちと一緒に調べた結果をまとめたこんな本も出してますので、よかったら読んでみてもらえたらなというふうに思ってます。博物館の展示の方もですね、森とカワウの関わりですとか人との関わりというものも紹介してますので、ぜひ皆さんこちらの展示も来ていただいて、上を見上げてですね、カワウが木に止まっている様子も見てもらえたらなというふうに思ってますので、ぜひ博物館にお越しください。